って日常なんで。私の最初のキャリアは自動車のエンジン部品メーカーの開発をやってました。やっぱ30万円って悩むじゃないですか。お金あれば幸せかなと思ってたんですけど、振り返ってみて当時私もバブル期で仕事を始めてるので、もうどんどんお金使おうとか、どんどん稼ごう、どんどん働こうみたいな時代だったので、それにやっぱり流されていった部分もあって、お金じゃないってことに気づけるのも遅かったし、やっぱ小さな幸せを感じ取れることがですね、やっぱ幸せなのかなと思うから、今はもう十分幸せな感じでやってますし、残りこの地域のためのという初めのコンセプトをさらにもうちょっと磨きかけていければいいかなっていうのが今思いですね。パンエーグルの鷲尾光一です。中間市でパン屋を始めて12年、地域に根ざしたパン屋を目指してやってます。脱サラだと開発ピストンリングってあるじゃないですか。ピストンリングとかご存知ですかね。エンジンの中に動くこういうのがあって、そこについてるリングっていう部品のメーカーやったんですよ。28歳ぐらいの時に自分でやっぱりやりたいことがなんかないかなっていうのと、電気自動車が出てますよ。で電気自動車だとピストンリングいらないですよ。やっぱり一人で自分でなんか商売したいなっていうのと、あとは食べることがやっぱ好きだったんで、飲食店をやろうかなと思って。パネットーネのリービットマードル、自家製の発酵種ですかね。もう結婚もしてて28ぐらいに会社を辞めて、でそこからその年で料理人っていうのも大変なんで、パンとかだったらいろんな具材とか入れれるかなっていうことで、パン屋さんをするために、学校ですね、専門学校に2年間行きました。男の子が、もう独立するんですよ。でちょうど今教えてるんで、私があんまり抜けてるというか、カンボジアの子に教えてる時期なんで。料理とかやりたかったんですけど、でも28から料理ってちょっとなんか大変な世界じゃないかなと思って、ちょっとやっぱパンを簡単に見てたというか、やっぱパン屋巡りを先週たくさんして、その中で一番美味しいなと思ったところに、運よく就職できたんで、そこで5年間ぐらい従事させてもらいました。でうちの師匠が経営はこれの見習う車を会社とか乗ったんですけど、当時師匠なんですよ。でなんか急に全部売ってボーナスとか払ったんですよ、うちは。そして連日大盛況のお店だったんですよ、有名店ぐらいの、それでもやっぱ払えないんだと思って、ちょっとやっぱパン作るだけじゃダメなんだなみたいな感じだった。そこから独立を目指していろいろ考えた時に、やはり金銭的な面、開業資金っていうのが結構大変になってくるということで、2000万ぐらいかかるんですよね、独立支援というのもあるし、全国の大友という会社のオープンのサポートみたいな感じでオーナーさんがいらっしゃって、そこでお店を始めるっていった時に、そこの技術指導みたいな仕事を3年ぐらいですよね、3年ぐらいやりまして、お店が安定してきたら次の現場、そこから経営の勉強したいとか、佐賀のクスクスさん新店舗2店舗目のオープンをちょっとお手伝いしてもらって、クスクスさんの社長に言われたのは、こっち側にいるなみたいな感じで、毎朝必ず入り口から入ってお店を見ろ。でそこから帰ってきて自分のお店をこっちで開いた感じですね。借り入れ自体は700万円ぐらいですね。トータルで2400万ぐらい自己資金と親族の借り入れと。
ミニクロワッサンについて、今までいろいろ修行してきた中で開店をするにあたって、いろんな商品をラインナップするときに当然目玉商品になるものは何かなっていうのを想像した上でラインナップを上げた中の一つで、うちとしてはなるべく小さい一口サイズにするとか、あとは生地の、他との、ちょっと違いを出すとかいうのをいろいろ考えて作ってですね、やっぱ手がかかるんですね、ものすごく。で一個一個手で丸めてるし、焼く回数もやはりちょっと増えちゃうんで、そうなってくると皆さんだんだんサイズが大きくなったり、あとはやはりちょっとやめちゃったり、数限界が来ちゃったりするんですけど、4800とか5000円、うちとしてはやっぱり、お客さんに喜んでもらえてるんで、なるべくなら出していきたいということで、どんどん作るようにしていったら、やっぱりリピーターの方が増えて好評いただいている感じですね。でもお客さんは面倒くさいこと高いもの分かりますから。これは自家製なの？お店の具材については、もうほぼですね、ほぼ手作りで、やるようにしてて、その辺は特に最近、食の安全性とか透明性ですね、特に皆さん気使ってる方多いし、アレルギーの方も多くなってきてるので、やはり提供する側としては食の安全をしっかりと確保しつつ、それも説明できるような鶏と生姜です。勉強もしてますけど、そうなってくるとやはり生産者の方とかまでやっぱり田んぼを見に行ったりとかですねして、どうやって作られてるとかいうのまでしっかり見てからそれも説明できるように。自由というアバウトさがいいじゃないですか。専門家から見たりでしたらやっぱりなかなかそんな大したもの作ってないと思うかもしれないですけど、パン屋さんって街に1軒あればいいと思ってる派なんですよ。今まではやっぱり店舗展開していっぱい喜んでもらって従業員を取って雇用を増やしてみたいな考えてましたけど、今やっぱここがこの仲間地区の一つの居場所になればいいなみたいな。もともとからそのコミュニティを作るっていうのを企業の理念として描いてたんで、町の一つのコミュニティになって居場所になってしたいっていうのが、だけどこの間、高校生の時にバイトしてた子が結婚して結婚式行ったんですよ。めちゃめちゃ感動しました。そういうのかなみたいな。で逆にそれはあの子結婚したよとか話せるお客さんとかもいるし。これも何を作ってるの？プロテイン朝食。生きていく上で大切なのは仕事も時間3分の1やんなくちゃいけないし、やっぱお金っていうのはどうしても必要になってくる。振り返ってみて当時私もバブル期で仕事を始めてるので、まず稼ぎたいという思いはすごく強くてあったんですけども、ある程度社会人を20年近くやってくるとお金だけじゃないっていうことがもう経験して分かることなんですけども、ちょっと永遠のテーマにはなるかもしれないですけど、幸せとは何かみたいな、お金あれば幸せかなと思ってたんですけど、やはりある程度収入が上がってくるとそうじゃない部分もかなりあるし、やっぱりそうなってくると幸せとはやっぱり家族、最低限の家族があって、で本当小さなお客さん来てくれて毎日当たり前のようなんですけども、やっぱ嬉しく思うその心とか。はい、最初の方がもっと入ってました。1日とか一緒にやってたんですけど、最近はもうそのバイトさんだったりパートさんだったりもいらっしゃるので、結構抜けられる時間が増えます。はい。あと従業員が気持ちよく働いてくれるような場所にするようなこととか、やっぱ小さな幸せを感じ取れることがですね、幸せなのかなと思うから、今はもう十分幸せな感じでやってますし、残りこの地域のためのという初めのコンセプトをさらに食の安全性っていうのをさらに
もうちょっと磨きかけてできればいいかなっていうのが今の思いですね。もう今売り最初に12年でしょ、65で辞めれたのとあと10年なんですよ。まああっという間ですかまあ、今後の目標なり、まあ、夢みたいなっていうのは、まあ、お客さんが来て居心地のいいお店にしたいなっていうのがあるんですね。で今まではどんどんたくさんパン売ってっていうのはありましたけど、まあそうじゃなくてもいい、本当に食べていければいいくらいのキャパで、毎日お客さん来てもらって喜んでもらえるような、でちょっと座って食べれるような場所も提供できればなっていうのもあるし、そうすると会話もできるし、より話せるような場所になるかなっていうのはちょっと感じてますね。